おはようございます。ケンです。昨日突然の発表がありました。それが日本でのモデル YL の発売開始です。突然の発表だったので、昨日は X 上でモデル YL について結構盛り上がっていました。はい、ということで、日本では今、勢いに乗っているテスラですが、本日もテスラに関する最新情報をお届けしていきます。まず、一つ目の変化です。モデル YL の発売開始です。これはかなり大きいニュースです。今回発売されたモデル YL は3列シートの6人乗り、そして航続距離は約788キロです。ここまではスペックの話ですが、本当に重要なのはそこではありません。ポイントは日本でも正式に発売開始されたという点です。これはかなり意味があります。今までのテスラはモデル3やモデル Y も基本的には4から5人乗り、つまりファミリー全員で乗るとなると選択肢から外れるケースっていうのもあるんです。特に日本はミニバン文化が強いですよね。アルファードやベルファイアのような家族全員が快適に乗れる車、これが主流なんです。そこに今回テスラが入ってきた。これはつまり今までテスラに乗れなかった層が選択肢に入ってくるということになります。ここが一番重要です。今までは欲しいけど無理だった人が今回現実的に買える対象になった。これは単なる新しいモデルではなく市場の拡張です。しかも日本での展開。これはかなり意図的な動きだと感じます。ちなみにモデル YL の価格ですが約750万円となっています。既存のモデル Y の RWD よりも約200万円高いですが、航続距離6人乗りっていうことを考えると妥当なところかもしれません。はい、では次に2つ目の変化です。ロボタクシーの拡大です。現在テスラはロボタクシーの展開を進めていますが、近々アメリカの人口の約 70% をカバーする可能性があると言われています。もちろんこれはまだ確定ではありません。そして一気に全国展開っていう話でもありません。ただ、都市単位での拡大は確実に進んでいるということになります。やはり今後はこのロボタクシーの売り上げがどうなのか、ここがテスラの株価にもかなり影響を与えてくると思います。個人的にはもうロボタクシーの運用自体は去年から始まっていますので、このロボタクシーの売り上げが決算で数字として出てくるかどうか、ここが大切かなと思っています。今回の Q1 でロボタクシーの売り上げだったり、他には FSD の収益、この発表があるかどうかっていうのが見どころになってくるんじゃないかと思います。そして3つ目の変化です。納車未達と株価の下落です。昨日の YouTube でも紹介しましたが、テスラの2026年第1四半期の納車台数は約35万8000台、前年より増えています。つまり成長はしているんです。でも株価は下がりました。なぜか理由はシンプルで、市場の期待に届かなかったからです。予想は約36万から38万台、それに対して少し下回った。また前年より増えていると言っても、前年はモデル Y のジュニパーの発売直前で売り上げが落ちていたということもあったので、前年より増えているっていうのは少し弱いんです。だから市場は失望と判断しました。ここはかなり重要です。さらに見ると在庫も増えています。生産に対して販売が追いついていない。そして中国メーカーなどとの競争っていうのは相変わらず激しい。つまり短期的には EV ビジネスとしては少しブレーキがかかっている状態です。ただここで一つ考えたいのが、なぜ市場はこんなに厳しく見ているのかです。成長しているのに下がる。これは市場が今の数字ではなく次を見ている可能性があります。そうです。先ほども出しましたが、ロボタクシー FSD の実績です。この次のドライバーの実績としての数字、これが出ないことにはなかなか市場は交換してくれないのかもしれません。そして4つ目の変化です。それは日本市場の強化です。テスラは今、日本でかなり本気の動きをしています。店舗は現在の約35から60以上へ拡大予定です。サービス拠点も増えてきています。これはかなり大きい変化です。今までの日本のテスラは正直買いにくい車でした。店舗が少ない、サポートも限られている。でもこれが変わっていく。
つまり気になっていたけれども不安だった人が動けるようになります。さらに日本は EV の普及が遅れている市場です。ということは逆に言うとまだ伸びしろが大きい。そしてここでガソリン代の高騰というのもあります。僕の周りでもテスラの購入を検討している人が今数名いて質問を受けています。やはりその方たちはガソリン代が高いし今後も高くなることを考えるとテスラがいいかなと言っています。なのでテスラはそこを取りに行っているんだと思います。しかも今回のモデル YL とのセットで考えるとかなり戦略的に動いているっていうのが見えてきます。はい。では、ここまでを一度整理しておきましょう。モデル YL で市場を広げる、ロボタクシーで未来の布石を打つ、短期では納車未達で株価が下落、そして日本市場を本格的に取りに来ている。これらを並べてみるとどうでしょうか？少し不思議な感じがしませんか？伸びている部分と一時的に弱く見える部分が混ざっている。これが今のテスラなんです。はい。ではね、最後にまとめていきます。今回の動きを一言で言うと、変化が同時に起きているフェーズです。過去の延長線ではなくって、次のステップに向かっている途中。ただ、その途中なので、数字としては綺麗には見えない。そういう状態なんです。なので今はいい悪いで判断するよりも、何が起きているのか、これを整理しておくっていうことが大切だと思います。今のテスラ、かなり面白いフェーズに入ってきています。ここをどう見るかで、今後の見方っていうのは大きく変わってくるはずです。ぜひ引き続き一緒に追っていきましょう。はい。では最後にテスラの株価チェックしておきましょう。本日グッドフライデーで休場です。それに伴い、テスラ株は 360.59 ドルで今週は終えたというところです。ギリギリ360ドルです。はい。ではね、本日の内容は以上です。今回の動画が参考になったと思われたら、高評価をよろしくお願いします。僕の YouTube は毎日発信しています。僕の YouTube をご覧になってもらえば、テスラの情報はほとんど網羅すると思いますので、チャンネル登録がまだな方はチャンネル登録をお願いします。では、今日もご視聴していただきありがとうございます。テスラのある生活を楽しんでいきましょう。ではまた。通信です。お知らせがあります。来週の土曜日4月11日に千葉県に新しくテスラのプロテクションフィルムの工場ができたんですけれども、その会社の訪問とナノトップのデモの掃除を行います。僕も朝東京の方へ向かいます。こちらの会社ですけれども、20名ぐらいまでは参加可能ということなので、ラッピングなどに興味がある方は一緒に行ってみませんか？また、ナノトップがちょっと気になっているんだけれども、実際どうなの？使い方ってどうやるの？って思っている方も、ナノトップを使って工場を掃除していきたいと思っていますので、興味がある方はぜひ一緒に行きませんか？また、中古のモデル Y と X も置いているみたいです。先日から僕の LINE と X の方で募集をしていますけれども、残り9名まで参加できますので、参加したいと思われる方は僕の LINE の方でお問い合わせの方をよろしくお願いいたします。定員が来次第締めたいと思います。一応東京から行く人は、東京からテスラで行こうと思います。今現在、オーナーさんが2名ほど車を出してくれるみたいなので、お願いしようと思っています。なので、東京からは車で移動します。もちろん他にもオーナーさんで車出してもいいよって言われる方がいたら大歓迎です。みんなで行きましょう。はい。ではね、本日も最後までご視聴していただきありがとうございます。素敵な週末をお過ごしください。ではまた。